皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、国民民主党の参議院選挙向けの公認候補がかなりネット上で話題となっています。少し以前にはなるのですが、公認候補予定者かもねというような報道が流れました。その時に山尾志織氏と須藤元気氏が公認候補予定であることが報じられました。この時インターネット上は圧倒的な批判の嵐で、これを受けて国民民主党も正式発表は行っていませんでした。ところが少し時間を置いてから今回は改めてこの2人についての公認候補内定を発表しました。そこにどのようなことが起こっていたか今回は取り上げていこうと思います。国民民主党の公式アカウントよりお知らせ。参議院選挙における公認内定予定候補者を発表。足立康氏、比例代表。菅野志織氏、比例代表。須藤元気氏、比例代表。薬師寺道夫氏、比例代表。この4名についての公認内定予定候補者として発表されました。インターネット上ではそれぞれ評価が分かれているのですが、特に須藤元気氏についての話題が集中していたように思います。須藤元気氏はこれまで原発デマを流す反ワクチン活動や反マスク活動、医療的な科学的な知見に基づく批判に対して全く耳を貸さず、デマを流し続けるなどといった行動がこれまでは見られました。またそれだけではなく、全く間違った情報に基づいてお米の品種改良を行ったものが危険であるかのような話をしたり、陰謀論を自ら作り出すような人たちとの交友関係も散見される人物です。ただし、国民民主党の玉木代表はこのような人物であっても登用することを発表しました。この背景として参院選の出馬条件で確認書を要求したというものがあります。原発容認、離党なら議席は返上。産経新聞の記事より、国民民主党の玉木代表は記者会見で、夏の参院選比例代表の立候補希望者に、党の運営方針に違反した場合、公認内定取り消しを受け入れる確認書の提出を求めていることを明らかにした。原発の必要性を認め、当選後に離党する際は、議席を返上することも約束させる。党勢拡大に向け国民民主は他党に所属していた元議員らの擁立も積極的に進める方針だ。玉木氏は譲れない一線、重視すべき基準を示した。合意するなら公認していくと述べた。国民民主は参院選の公認をめぐり、過去に他党に所属した元議員の擁立検討が報じられると、SNS で党の政策や考えにそぐわないなどと批判を浴びた経緯がある。確認書では、他に憲法についてのこれまでの党内議論を踏まえることや、政策全般について科学的根拠と事実に基づく観点から議論立案を行うことも明記した。この件に関して玉木代表は X でこのように述べています。国民民主党としていかなる基準で候補者を選定しているのか、その基準を明示し、党員、サポーターや国民の皆様と広く共有しておくことが、党としての意思決定の透明性や党のガバナンス観点から重要と考え、参院選の候補予定者として公認決定する場合の確認書を公表します。綱領にある働く者、生活者、納税者の立場に立った政策を推し進めることはもちろんのこと、自分がどんな意見を持っていたとしても、党として決めたことには従うこと、守ることができなければ議席は返上すること、結党以来の政治姿勢である対決より解決の姿勢で建設的な憲法改正議論を進めることや、また科学的根拠と事実に基づいた政策を進めること、原子力発電を含む現実的なエネルギー政策を進めることについても確認を求めています。今後党が大きくなるにつれて多様なバックグラウンドの人材を受け入れていくことが必要です。その際、我が党のアイデンティティを保ち続けることがこれまで以上に重要になってきます。その意味でも党としての判断基準を明示しておくことが重要であり、今後候補者選定基準にとどまらないガバナンスコードの策定にも着手します。そして政党ガバナンスの共通ルールを定めた政党法の制定にも積極的に取り組んでいきますと玉木代表は述べています。ただしこの確認書には何か法的な拘束力があるわけではありません。あくまでも口約束として確認を求めたものです。そして須藤元気氏はこの確認書について署名したことを述べ、これまでの自分の言動と、そしてこれからの活動についての考えを SNS で公開しました。須藤元気氏の公認アカウントより、私の考えと国民民主党の政策の一致について、これまでの私のワクチンや
原子力発電をめぐる発信について国民民主党の政策や意見と合致しないのではないかという一部の方からお声をいただいてきました。今回国民民主党の公認を受けて立候補するにあたり、自ら多くの声に耳を傾け、政策を見直し、再構築しました。1、原発について。かつては否定的な立場でしたが、現在はエネルギー安全保障と現実的対応の観点から安全性を確保した上での活用は必要と考えています。2、ワクチンなど医療分野について副反応への懸念を発信していましたが、ワクチンの重症化予防効果等の含めて科学的根拠を否定する立場ではありません。等の科学的知見と透明性重視の方針に従います。その決意の証として国民民主党から提示された確認書にサインして党に提出しました。党として決定した事項に反する行動は取りません。誰もが将来の不安なく自分の夢を追い求められる日本にしたいという思いは全く変わりません。積極財政で手取りを増やす。その結果、国民生活を守り、日本を元気にする。この決意を胸に、今日から国民民主党の一員として取り組んでいきます。今回内定候補者4名の方が公表されました。うち3名はインターネット上で賛否を巻き起こしています。今のところ批判的な声が上がっていないのは薬師寺だけです。薬師寺の場合であれば、医療界隈から頑張ってねというような応援の書き込みは見られますが、否定的な意見といったものはこれといって発見することができませんでした。その他3名の方についてはそれぞれの論点で様々な意見が出ています。例えば、足立康史の場合であれば、果たして国民民主党の政策と合致するのかといったことが不安視されています。足立康史は、現在の日本の財政状況であれば、減税といって政策をどんどんと推し進めるような状況ではなく、むしろ負担ができる人たちにはもうちょっと増税をお願いするような状況ではないか、財政規律をもうちょっと考えるべきではないかといった方向性を今までは示してきました。一方で国民民主党は、減税政策を打つことによって手取りを増やすこともできるし、またそれによって消費も喚起できることから、経済的にも有効であるという政策を示しています。増税するよりもまずは減税政策ができる部分があるとしているわけです。そうしたわけで、減税よりもまず必要な増税策を考えるべきだというところで議論していた足立氏との意見不一致といったものを不安視する声があるわけです。ここで出てくるのが先ほどもご紹介した確認書です。基本的には党の政策に従ってもらいますよ。そのことについて意見が完全に分かれてしまうようであれば、それの場合はちょっと一緒にはいられませんよね。そのことについては分かりますよねということを確認書で合意を取っているとしています。ですから、足立氏に投票する場合においては、持論についてはもう封印するんだなというのを前提として、国民民主党の活動に参加することを了承するかどうかといった意味で、投票するかしないかの話になります。一方で、党の方針や政策とかなり不一致が見られるのが須藤元気氏でした。須藤元気氏の場合であれば、原発関連の話であれば、科学的根拠に基づかないデマの拡散などにもかなり加担していましたし、ワクチン関連の発言でも、自分は不安を持っていてその不安について指摘しているだけだとしていますが、彼の交友関係には、非常にデマを拡散している人物も多数いますし、問題発言があった時に科学的根拠をもってして、いや、あなたの批判はちょっとずれてますよ、間違ってますよという反応があったとしても、基本的に須藤氏は全くそれらの意見を聞かずに、むしろ間違った意見の拡散を精力的に行っていたという実績があります。この点についても先ほどの確認書に戻り、過去のことについてはもうここまででおしまい。これからは党の方針政策に従って活動していきますよと発言しています。問題なのはここからは党の方針としてはそれで良いでしょう。しかし国民の側はそれで分かりましたと納得できるかといえばそういったわけではありません。なぜならば未来についてはここからは誰にも分からないのに対して過去についてはすでに確定されたものであり、言動は今もインターネット上に残り続けています。むしろしっかりと本人に根付いているような陰謀論好きの体質や科学的根拠を間違ったものを選択していくその選択眼やそういった非科学的な根拠を信じるような素養についての問題点は決してなくなるわけではありません。そしてそのような評価をわざわざ国民に強いる国民民主党の今回の選択は私は大いに間違っていると思います。
党の方針に従うということを確認してもらった上での立候補してもらうのであれば、むしろ本人の本音と相入れないような状態の人はそもそも候補者として認定しない方が良いと私は思います。例えば、新馬幹事長は今回の参議院選挙の立候補募集をかけた際に1000人を超える方の応募があったと話していました。つまり、党の方針にそもそも賛同している人たちが非常に多かったということがここから読み取れます。その中から良い人材を選ぶといったことが可能だったと私は思っています。現在国民民主党は世論調査によれば野党第1位の支持率を記録していることが今は続いています。それは国民民主党の掲げる政策に対する支持率が非常に高いことを意味しており、このような状況をもっと信頼した上で変に議論を巻き起こすような人物に党の政策に従いというのではなく、そもそも党の政策を支持する人の中から候補者を選ぶのが私は良かったと思っています。ただしこの考え方には反論も多いでしょう。というのも、そのような人物の中から選ぶということは知名度がないことも多く、それでは選挙に勝てないと考える方は多いでしょう。実際今回のような議論を巻き起こすような人物をあえて選んだのは結局のところ知名度がある人の方が選挙においては票を得るはずだということが党の中枢にあるのでしょう。その知名度が高いイコール票が取れるということは、その他のマイナス面を凌駕すると考えるからこそ、今回須藤元気氏を公認したとみられます。しかし、長期的な政党の運営方針としては、私はこれは悪影響が後々出てくるのではないかと思います。というのも、票さえ取れれば良いから後で何とでもなるという考え方は、結局のところ場当たり的で、政党に対する支持率を一時的なものに終わらせてしまう可能性が高いと思います。むしろ、国民に対して、この人は無名だけれども、しっかりとした考えもあり、能力もあるから、この人をどうぞお願いしますと、いかにしてインターネットを使ってアピールしていくかが大事だと思います。少なくとも玉木代表自身が YouTube でそうした活動を延々と繰り返してきたからこそ、今は芽吹いている状態だと言えます。今はインターネットによる拡散は非常に力強いものとして認知されており、知名度だけが全てではないことは十分実証されているはずです。もっと国民の支持の声やインターネットの力といったものを信頼して、今は無名でもこれから政界に送り込んでいきたい人たちを積極的に擁立するなどしてほしいものです。というわけで今回は国民民主党の公認内定候補者が公表されました。主に政治政策についての話から足立氏と須藤元気氏についての話をしました。山尾氏の話については政治家としての政策論ではなく、どちらかというとプライベートの話が中心となるため、今回は主題とはしませんでした。しかしこちらの方も結局なんでわざわざ議論を巻き起こすことを前提とした候補者を選定するのだというようなことは指摘しておきます。選挙が大事だよという政治家の感覚から言えば、どんなに議論を巻き起こそうとも票が取れればそれでいいという考え方の方が正論なのかもしれません。しかしそれは果たして国民から賛同を得られる考え方なのか、私は非常に疑問視しています。あなたはどう思われたでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。